こんにちは、小金穂波です。国旗は国家の象徴です。しかし、存在しない国旗が存在しない旗が存在しているように流通することがあります。画像が残る事実のように扱われます。定義されてない旗が固定されることがあります。今日はその配置を見ます。先に具体的に言っておくと、今回お話しするのは昔の朝鮮の国旗として紹介されている謎の画像についてです。出所を確認していきます。その前に、まず確認です。国旗は誰が決めるのか、憲法か、法律か、国示か、形容か、一つでは足りません。実際のところ、その国の憲法に国旗が規定されていることは多いようです。気象学者の吹浦忠正は100カ国以上が憲法で国旗を制定していると推定しています。具体例を挙げると、フランスでは憲法2条で、イタリアでは憲法12条で、中国では憲法136条で国旗の規定があります。日本の場合は法律で定められています。1999年の国旗国家法は根強い反対論がある中で制定され、ここで国旗は日照旗であることが定義されています。逆に言えば、1999年までは日照旗は正式には国旗ではなかったと言えます。しかし、明治時代から事実上の国旗として使われてきたのでした。宣言だけでは固定しません。使用だけでも固定しません。象徴は法と使用が接続したとき固定されます。旗は布ではありません。配置された制度です。インターネット上には出典不明の国旗画像が大量に存在します。存在しない中期があるらしい。そもそもこんな旗は存在しない。多くの場合、出典は確認されません。例を挙げます。セルジューク朝の国旗として相当の和紙の画像が使われることがあります。しかし現実には、セルジューク朝がこの国旗を使用したという証拠はありません。この旗は、中世美術の要素である相当の和紙を取り入れ、現代の旗の形式が適用されている、現代的なインターネット発祥のものだと考えられています。奮人の国旗とされるものもありました。これは出所が分かっていて、1960年代にトルコの民族主義者によってトルコの偉大な帝国というコンセプトのもとに創作したものとされています。こういう肌の画像がインターネット上にたくさんあるのです。とりわけパラドゲーのヨーロッパユニバーサリスなどで実在の国旗と並んで紹介されることも架空の旗を広める要因になったと考えられます。画像は拡散します。出典は残りません。整っているものは疑われません。ここで事実は構造より弱くなります。それではまず、降伏後の朝鮮の国旗について見ていきましょう。まず整理します。日本帝国主義は敗北し、1945年8月15日に朝鮮は降伏を迎えました。解放直後の朝鮮では北でも太極旗が掲げられていました。南北ともに同じ旗です。出発点は同じです。北半分で使われた写真をいくつか紹介しておきます。1946年、1947年、1948年。この旗は南では正式な国旗となりましたが、北では違いました。北側でも国家樹立準備が進みます。新国家には新しい象徴が必要になります。ここで国旗問題が発生します。1948年、国家が成立します。旗も固定されます。調和国旗、あるいは波乱五角星旗と呼ばれます。この国旗が生まれた事情については、2つの異なる説明があります。現在の公式説明では、キム・イルソンが方向を示したとされています。1948年2月、活動家たちが建議した国旗図案を見たキム・イルソン主席は、国旗の色を赤、白、青にした方が良いと述べました。
主席は国旗図案の基本的方向だけではなく、盛り込むべき思想的内容とその表現法とに至るまでいちいち教えたと言います。この時のことを描いた絵には次のような国旗案が映り込んでいます。主席はこれを見て意見を交わしてみようと、自ら描いた数枚の国旗図案を出しました。縦横の比率や衣装の位置、その意味に至るまで細やかな指導がなされ、それによってこの国旗が生まれたということでした。一方で、蘇同盟の指導を示唆する資料も存在します。朝鮮民主主義人民共和国史が専門のフョードル・テルティスキーによれば、キム・イルソンの伝説は書き換えられた歴史であり、実際には民族統一象徴としての太極旗と新民主主義国家の象徴としての新旗の対立がありました。蘇同盟軍の通訳を務めたパク・イルという人物によれば、1947年夏、ソビエト民政庁軍政長官の蘇同盟軍ニコライ・レベデフ少将が北朝鮮臨時人民会議副議長キム・ドゥボンを呼び出し、新国家の新たな国旗が必要だと伝えました。キムは太極旗を継続使用すべきだと主張しましたが、レベデフは太極旗の元にある哲学を迷信と見なしていました。キムの哲学講義をしばらく聞いた後、レベデフはキムを遮って言いました。そんなのはナンセンスだ。迷信だ。数ヶ月後、蘇同盟軍から新規のデザイン案を受け取りました。その文章は明らかにロシア語で書かれており、パクはそれを朝鮮語に翻訳しました。そしてその旗が朝鮮の国旗になったのです。パクの記憶によれば、赤い帯は共産主義の赤い星に照らされた新朝鮮の国土を、旗を囲む青い帯は朝鮮半島を取り囲む海、黄海と日本海を象徴しています。この旗の起源に関するオルタナティブが前述のキム・イルソン自身がデザインしたという話です。もしこれが真実なら、1940年代の出版物で必ず言及されていたはずですが、当時の文献には旗の起源に関する説明が一切存在しないと言います。議論がありました。太極旗を維持すべきだという立場、民族統一の象徴だからです。一方で、新国家の理念に合わせるべきだという立場、ここで分岐します。象徴の連続化、理念の切断化、旗は思想の位置を決めます。ここには政治的緊張がありました。新国旗の導入には抵抗がありました。パク・ビョンヨプによれば、相当数の高官が国旗変更に反対したと言います。太極旗を独立運動の象徴であり、朝鮮統合の象徴とみなしていたのです。この議論が最終的におそらく朝鮮史上最大の議会討論を引き起こすことになります。臨時人民議会で旧国旗を擁護した一人であるチョン・チェリョム。この人物は朝鮮史上誰も成し得なかったことをしました。すなわち、公然と政府決定に疑問を呈したのです。人々は公正な未来への希望として太極旗を守り抜いた。降伏の時、人々は両手に太極旗を掲げ、万世と叫んだ。国民はこの旗を愛し大切にしている。南の者もまた太極旗を愛している。故にこの旗こそが我々が統一を達成する武器となり得るのだ。すべての朝鮮人がこの旗のもとに団結できる。キムはチョンに対し太極旗をシャンする演説で応じました。この演説は万代の拍手を浴びました。その後、議会は国旗に関する条項を圧倒的多数で採択したのでした。当時まだ一定の政治的自立性を保っていた天道教占有党は新旗を市販しました。また、労働党員が新国旗を掲げたデモへの参加を拒否する事例も発生しました。説明が必要になりました。キムは記者会見を開いて決定を説明し、説明の書籍まで出版しました。なお、憲法採択を記念して人民共和国旋風の歌が作曲されました。この歌は1948年晩夏から秋にかけて公式行事で演奏され、事実上の国歌として機能しました。
その第一節では新国旗に言及し、国家建設の建設における重要な要素として位置づけています。最終的にこの国旗は1948年9月8日に施行された憲法の102条で規定されました。法律による形容規則も存在します。憲法施行からしばらくすると、太極旗は姿を消したと言います。宣言だけでは足りません。使用だけでも足りません。法と使用が接続したとき、象徴は固定されます。朝鮮では憲法改正を何度か行っていますが、国旗の改定は確認されたのは史実を変えたくらいです。配色、法制、法的に固定されています。1948年までは太極旗、1948年からは共和国旗、つまり制度上別バージョンが存在する余地はありません。しかし、余地がないところに余地が作られました。ウィキメディアコモンズに昔の北朝鮮の国旗とされる画像が存在します。こちらです。現在は北朝鮮の旗非公式1948年というタイトルが付けられていますが、投稿された当初は北朝鮮の旗1948年とされていました。白い円の中に労働者と植物と赤い星が描かれ、その円は16個の釜と土で囲まれています。明らかに国旗っぽくありませんね。この画像には釜と土が描かれていない旧バージョンもあります。これは何か？出典をたどります。この旗がウィキメディアコモンズに最初に投稿されたのは2016年10月のことです。韓国人の旗や記帳を SVG 方式の画像として作っている投稿者の一人によって作られました。この画像が投稿された時点での画像概要は次のような地図になっていました。この旗は1948年に北朝鮮で使用されたか、あるいは提案されたものと考えられています。1948年に作成、初公開されました。この画像が直接の情報源としているのが有名な気象学サイト、フラッグス・オブ・ザ・ワールドです。掲載ページが作られたのは2012年で、そのタイトルは誤って報告された北朝鮮の国旗1948年となっていました。間違っていると最初から分かっていたのです。このページにはアメリカの気象学者デビッド・マルトゥッチが1999年に書いた文献紹介が載っています。1974年にホイットニー・スミス著デビッド・マルトゥッチ挿絵による朝鮮民主主義人民共和国のシンボルという論文で紹介されたものとしています。旗のデザインについてはこう説明しています。真珠は疑わしいものの、極めて異例のデザインの旗が図示されている。旗面は正方形で赤色、中央に白い円盤を記し、その周囲を17本の黄色い鎌とハンマーが交差して囲む。円盤内には青い帽子、作業服、エプロン、ピンクのシャツを着た労働者が描かれ、ハンマーを握っている。左側には水辺から生える緑の植物、おそらく稲が描かれている。この2つの象徴、工業と農業を表すの間には赤い星が配置されている。架空のものであることを示唆していますね。同論文ではこの画像の出所についても述べています。この新国家の国章と国旗に関する西洋世界初の記録はバルセロナの弊社によって刊行された世界の国旗と紋章図鑑に掲載されたものと思われる。イスパニア語の文献で紹介されたということが分かりました。追跡するとそのイスパニア語の文献が見つかりました。世界の国旗と紋章のアルバムという書籍です。確かに朝鮮の疑惑国旗が掲載されています。しかし、この書籍が何年に発行されたのかなどの書誌情報が全然わかりません。スペインの国立図書館のオパックにこれと同じタイトルの本が登録されていますが、出版年は正確にわからないようです。Google Books によれば、これと同じタイトルの本が弊社から1970年に出版されています。フラッグス・オブ・ザ・ワールドには、これと同じタイトルの本の書誌情報があるのですが、そこでは出版年は1948年となっています。画像の国旗の下には何やら説明のようなものが書かれてあります。
見つけられた画像だと文字が潰れて読めませんでした。完成している画像は事実のように見えます。この画像の利用状況を確認しておきます。現在、ウィキペディアでこの画像が使われているのはアラビア語版のみです。ウィキペディアの外のウェブサイトでも言論するサイトではあまり使われていないようです。YouTube の有名なパックメーカー投稿者、ゲットちゃんさんの動画で疑惑国旗が使われているものがあります。その概要欄には次のようなことが書かれてあります。最初の国旗は朝鮮民主主義人民共和国建国前の2ヶ月間使用されたものである。この記述の根拠はわかりませんでした。状況をまとめます。一次資料は確認できません。公式文書、なし。制定法、なし。政府告示、なし。当時の写真、なし。二次資料だけが存在します。引用される、書き直される、再配置される、固定される。やがて出典は見られなくなります。画像だけが残ります。画像は強い。文章は弱い。そして象徴は布ではなくデータになります。ここで固定が起きます。存在しない旗があることになります。重要なのはこれが朝鮮で起きたことです。情報の空白、秘密主義のイメージ、消された過去への期待、赤い国家は消された過去があるはずだという物語が置かれます。物語が先に置かれます。根拠は後回しになります。制度よりも期待が選ばれます。旗は布ではありません。固定された記号です。制度と仕様が接続したとき、成立します。出典が接続しなければ成立しません。それでも画像は残ります。出典がないものでも図像は制度の顔をしてしまう。存在は事実ではありません。固定の結果です。そういうことがあります。前述のホイットニー・スミスの論文では、この疑惑国旗についてこう締めくくっています。この旗は純然たる空想の産物かもしれない。出版社が朝鮮民主主義人民共和国用のアルバムスペースを埋める正確なデザインを特定できなかった際に創作された可能性もある。配置は見えましたか？これで今回の記録は閉じます。似たような記録が見たくなったらまた来てください。ほはねほなみでした。ほなねー。